世界チャンネルのコウタです。今日は仕事するやつはバカ、人生仕事するほど暇じゃないについてお話をします。それでは行きましょう。 Let's get started 世界樹チャンネルというね、日本人にはちょっと刺激的なテーマでお話ししてみたいと思うんです。で、なぜこんな話をするかというとですね、多くの方が仕事だけに人生を注ぎすぎてしまっている、特にこれが日本人の傾向であるということなのでお話ししていきたいと思います。まず大事なことなんですが、人生というのは仕事より大事なものがいくつもあるということなんです。それを今日は4つご紹介したいと思います。その1つ目が家族ですよね。家族あるいは親しい友人との付き合いということが大事になっています。で、我々のテーマ、私のテーマというのは幸福度というのを高めたいと、特に日本人の幸福度を高めたいということなので、その意味においては家族との関係の方がより仕事の達成充実よりも幸福度が高いという調査が明らかに出てるんですね。で、特にこれは晩年に至るほどそうなっていきます。例えば50代60代もう引退しますと、60代70代なんて引退しますとなったら、もうこれは基本的に私もいろんな家族見てきましたけど、もう家族関係しかないっていうことが起こり得るんですよ。どんなに仕事に成果を出した人、仕事で素晴らしい成功を収めた人であっても、結局は最後は家族という例をたくさん見てきました。で、これは必ずしも多くの友人を持てとか人付き合いをしっかりしろとか言ってるんではなくて、少数でもいいので深い結びつきを作っていくということで、私がいつも言っているのは夫婦関係以上に大事な仕事はないというふうに言ってるので、これは私のね講座生とかにもお伝えしていることなんで、仕事はもちろん大事ですと、めちゃくちゃ大事ですと、だが夫婦関係より大事な仕事はないというふうにお伝えしているので、ぜひそんな感じでやれば将来的にどんどん幸福度が高まっていくんではないかなと。なおかつ面白いモニュメント、面白いなおかつ成果も上がってくるという例を私たくさん見てきました。夫婦関係の改善、または親子関係の改善をすると幸福度が高まったり、さらには仕事でも成果が出るという例をたくさん見てきました。これは私はまたお伝えしますが、夫婦関係とか家族関係というのは実は最も直面したくない関係だったりするんですね。ですから親との関係を修復した瞬間、逆にもう仕事なんて簡単になってくると、もうこれぐらいできるぞと勇気が湧いてくるということで、仕事で成果を出すという例を私はたくさん見てきました。というわけで家族人間関係が一つ大事であるということです。で、2番目はどんなことが大事かというと、運動の時間ですよ。健康づくりの時間ですよ。こういったことを増やしていただきたいというふうに思うんですよね。で、これはもう統計的にはっきり出てるんですが、日本人は運動しないっていうことなんですよね。世界的に見ても運動をしていません。なので、運動しましょうと。で、例えばオランダとかドイツとか中国、今表を見ていただいている通り、ものすごい運動しています。世界平均でも 6.1 時間の運動をしています。ですが日本人というのは、3.9 時間しか運動をしていないということで、圧倒的な運動時間が足りないということで、できる限りの運動をしていただきたいと思います。実を言うと日本人は通勤とかしてるので、世界各国で比べたら歩いてはいるらしいんですね。歩いているらしいんですが、そうではなく、歩いてるようではなくて、さらにジョギングであるとか筋トレであるとか、あるいは普通のテニスであるとか、バスケットボールであるとか、そういった何かしら体を動かすスポーツというのをしていただきたいというふうに思います。特にこの心肺機能を鍛えるようなスポーツが望ましいです。というわけで健康づくりの時間の方が大事ですよと。だってそれが仕事の成果を生むんだからっていうことなんですね。で、後ほどお話しますが、生産性こそが私が最も重視していることなんです。1時間あたりのアウトプットをいかに増やしていくかということを重視している人間なのです。その意味ではこの健康というパワーも一つ大きな生産性を呼び込むものであるということで、ぜひ健康づくりの時間を増やしていきましょうというふうに思います。では仕事より大事なもの3つ目が趣味、そして冒険の時間ということなんです。私は人生冒険しないと私の人生はないというふうに思っているぐらい冒険が大好きなんです。冒険といってもですね、必ずしも例えば南極を横断したいみたいな、そういうことではなくてですね、例えばこの海外移住、
今タイのチェンマイにいますけど、海外移住も大きな冒険なんです。新しい土地に来て、適応していくと。で、新たな文化を知ったりとか、新たなビジネスシステムを知ったりとかいうことがとっても好きなんです。あるいはセミナー出るのも好きですけど、これは一つの冒険なんですね。知的冒険だから本を読むのも大好きです。普通に山に登ったりするのも大好きで、海外登山を始めました。昨年はマレーシアのキナバル山という4096メートルのところに登ってきました。このように冒険が大好きで、冒険をすると正直ですね、仕事なんて簡単だっていうふうに思えるようになるんですよ。だって仕事で命を失うことはないじゃないですか。過労死とかを除いてはないはずなんですよね。なので、よっぽどそういう危険な仕事をされている方は全く別ですけど、普通のホワイトカラーの仕事で、そうなることはない。でも現実の冒険、例えば山登りって言ったらちょっと間違うと危険なわけですよ。そうすることによって逆に仕事が簡単になってくるということを身をもって体験してますので、そういった趣味とか冒険の時間というのを私は最大化するために仕事の時間をなるべく減らしたいというふうに思っているんです。もちろんダラダラしたりとかぼーっとしたりゴロゴロしたりする日もたくさんあります。でもそういったのも幸せだと感じるので、そういった時間、なるべく働く時間を最小にしてでも成果貢献の度合いを最大化したいというふうに常に考えております。というわけで、3つ目は趣味冒険の時間を増やすということです。で、最後はどんなことが仕事以上に大事かというとですね、自分の知的生産能力を増やす時間なんです。自分の知的生産能力を増やすことに時間とお金を投資したいんです。そうすることによってより短い時間で成果が出せるようになるからなんです。私は過去、セミナーとか講座と言われるものにたくさんお金を使ってきました。合計で2500万以上は少なく見積もっても使っています。で、本も今まで1500冊以上読んできました。で、なぜそんなことをするかというと、もうそういったところに出てですね、しっかり実践したらほぼ必ず成果が出るということが分かっているからなんです。もちろんしっかり実践すればという条件はつきますが、そういったことをすると必ず成果に結びつく。で、それは働いてたくさん働いてというよりも大きな成果が出ることを身をもって実証しているんです。確信しているんです。ですからもうセミナーに出ることが大好きだと。で、この12月ですね、今年の12月にもアメリカに行ってアンソニー・ロビンズと言われるセミナーに出て、これはだいたい夫婦で渡航費滞在費含めて合計200万かかります。1人100万円かかりますが、こういうのに出るとですね、やっぱり自分の基準が上がってノウハウが分かって、やる気ももちろん出て、結果的に1年後2年後経ってみると成果が上がっているということを体験しておりますので、こういった知的生産を高める時間、知的生産性を高める時間というのをできる限り増やすようにしています。私の趣味の一つ、先ほど冒険って言いましたけど、それは勉強なんですよね。知的冒険をするということが非常に大好きなので、それが結果的にこの知識社会においてはプラスに働いているというふうなことなので、ぜひあなたは自分を磨く時間を取っていただきたい。で、これはですね、仕事で鍛えられないことが多いんです。後ほど説明しますけども、ノウハウだったり知識の蓄積をするダム式人生の送り方ということをお伝えしますので、そのためにはこの自分を磨く時間、特に知的に磨く時間、一生涯食っていけるスキルを習得する時間というのがとっても大事な時間になっておりますので、これをぜひ重要視していただきたいというふうに思います。で、こうすることによってあなたの時間は年を追うごとに労働時間が減っていきます。すごいこれを一回マスターというか一回覚えてしまうとやめられないんですよ。今まで10回営業に行かなきゃいけなかったというものが2回で済んだり、場合によっては1回で済んだりして、それでも大きな今まで10回行った以上の成果を上げられるであれば、そっちの方が良くないですかということで、ぜひね、この知的生産を能力を増やす時間を作るということをやっていただきたいというふうに思います。はい、それではね、谷見さんがこんな感じで仕事をしておりますが、お話をしていきたいと思います。さあ、ここでですね、お話ししていきたいのは、なんでこんなことをお話しするのかというのは、
若さというのは永遠ではないんです。あなたにも夢があろうかと思います。やりたいことがあろうかと思います。世界一周したい、海外移住したい、あるいはこういったスミに挑戦したい、サーフィンに挑戦したい、登山やりたいっていう趣味があろうかと思います。断言しますが、若さは永遠ではないんです。あなたが時間ができたとして、その時に世界一周できる体力だったり、登山に挑戦できる体力だったり、そういうのがない可能性があります。ですからできるだけ早いうちに夢を叶え始めていただきたいんです。私はよく言うんですけど、夢を今すぐ叶えてしまえというふうに言ってるんですね。というのも、例えば世界一周をしたいという方がいます。でその方に話を聞くと、結構セミナーとかを出られる方もいらっしゃるんですね。目標を達成するためにセミナー出る、これは素晴らしいことなんですけど、いろいろ聞いているとですね、そのセミナー代金でもう世界一周できちゃいますよっていうぐらい払ってる方もいらっしゃるんですね。ですからそういう方にはぜひともセミナーもいいけれども、素晴らしいことだけれども、世界一周まずしたいなよと。でそういった時には当然ながらいろんなリスクとか不安とかあると思います。でもそれは何とかして帰ってきてから解決すればいいという風な感じで、私は少なくともやってきました。できるだけで早めに一つ目の夢を叶えてしまうと。でそうすることによって次の夢が見えてくる。今回もキナバル山というところに登ったことによって、次の、台湾の最高峰玉山というところに登ろうかなという次の目標が見えてくる。でさらにはキリマンジャロ登ろうかなという目標が見えてくるということなので、まずは自分の夢を今から叶えていただきたいというふうに思います。で若さは永遠ではないので、ぜひとも体力のあるうちになるべく早くそれをやっていただきたいというふうに思います。ではどうやってそれらの時間を作り出すのかと。坂田さん分かったよと。仕事を減らしてこういったことをしなきゃいけない、知的生産性を磨いたりとか体力づくりする、分かったよ。でもどうやってその時間を作り出したらいいんだということで、無限の時間を作る方法をお伝えしたいと思います。でこれをやっていくとですね、必ずあなたがもう年を追うごとに時間ができるようになってきます。というわけでやっていただきたいので、今日は2つね、その時間を作り出す方法をご紹介したいと思います。1つ目は、単純ですけども、年間計画を立てるということなんです。年間計画、皆さん立ててますでしょうか？ゴールデンウィークどこ行こうかなとかではなくてですね、もう必ずこの1年を通してどういった1年にするかという年間計画を、私はだいたい前の年の9月ぐらいから立て始めます。ですからぜひこの年間計画を立てる時間を取っていただきたいんです。休みの日にね、特に9月とか10月とか11月とか、それぐらいから始めたらいいんじゃないでしょうか。でこの時に計画の立て方というのがあります。で今日は簡単にご紹介しますけれども、まず年間計画を立てる時に大事なのが、旅行の予定あるいは冒険の予定から立ててくださいっていう話なんです。旅行とは言わず、あなたにも趣味があろうかと思います。叶えたい夢があろうかと思います。その時間からまず予定を立てるということなんです。後ほど説明します。で2つ目がですね、セミナーや、読書とか自分を磨く、あるいは将来一生にわたって有効なスキルを身につけるために、通うスクールだったり、そういったところに時間を通してください。その予定をまず年間計画の中に入れてください。でそういったセミナーを入れる、3日間とか、ある場合によっては1年間通い続けるみたいな、そういったところから入れて、最後に余った時間で仕事しましょうということなんです。びっくりですよ。余った時間で仕事するものなんですよ。仕事というのは余った時間でするものだ。で余った時間にするから気合が入らないとか、そういうことではなくて、ちゃんと成果を出すんですよ。仕事というのは何かというと、貢献の手段なんですよ。で貢献の手段なので、かけた時間は関係ないんです。短い時間で大きな貢献ができたらそれでいいわけなんです。でそのために旅行の計画、あるいは冒険の計画、趣味の計画をまず立てて、その上で学びの計画を立てて、その上で最後に余った時間で仕事をするということをやってください。どういうことかというとですね、まず旅行の時間をブロックする、そして学びの時間をブロックすることによって、働ける時間というのが少なくなりますよね。短くなります。でこれが大事なんですよ。これが大事で、こういうことをやるので、よし頑張ろう、この時間短い時間しか働けないので生産性高く優先順位を決めて、人に場合によっては任せて仕事を達成しようというふうにような思考になっていくんですね。で自分に制限をかけるということがとっても大事です。
ですからこのような短い時間で働くんだと、だからこそ生産性を高めるんだということをやっていただければと思います。でさらにですね、セミナーとかそういった講座とか自分を高める時間に投資しているので、そのパワーがね、その学びのパワーが効いてきて、数ヶ月後数年後には短い時間でも大きな成果を出せるような自分になってくるということで、ぜひともやっていただきたいと思います。で学びの時間なんですけど、これ大事なことなんですけど、どんな学びをするか。例えばじゃあ全く仕事で使えないのに、学びの時間を増やそうっつってお茶の立てる時間にしようとね、お茶を習いに行こう。それはそれで趣味としては素敵なんですけれども、じゃあそれが大事なことは、仕事をしてですよ、いくら生み出してくれるのか。そのスキルが一度そのスキルを習得したら、あなたにいくらもたらしてくれるのかという考え方が大事なんです。全く関係ない学びをしてしまう方も見受けられるんです。ですからこの学びはいくらをもたらしてくれるのか、あるいはもうよりその単価を上げるため、生産性を上げるためにどんなスキルを身につけなければならないのかということを中心に考えていただければと思います。その意味で私はいつも一生涯使える、一生涯稼がせてくれるスキルは何かということを常に考えてきました。でそれをご紹介してみたいと思います。で私はね、かつて十数年前ニートだった時に本田健さんとロバート清崎さんの本を読んで、セールスが大事だということで、これはセールスをやらなきゃいけないと当時ね思ったんで、セールスの職に就きました。もうセールスという、もう本当に今でも思いますが、セールス、営業というものができれば食いっぱぐれることはないというふうに確信しているので、この営業のスキルというのをとにかく磨いてきました。でさらにはパブリックスピーキング、こういった人前で話す技術、これはですね、普通の方が一般で仕事をしている状態では身につかないですね。だから自分の時間をとって身につける必要がある。でポイントだけ一つ話すと、パブリックスピーキングを一つだけポイントがあるとすれば、身につけるポイントがあるとすれば、それはこの動画収録なんです。動画収録することによって自分で自分の話している姿を見る。そうすると改善点が分かるということで、またこれはね、機会があったらお話ししたいというふうに思います。パブリックスピーキングの技術を身につけることによって、一生涯、食べていけるようなスキルが身についてきているというふうに思います。でさらに文章力ですね。文章力も現代では一つのキー。だいぶ影響力は弱まってきています。動画の時代になってきているので、より喋る力の方が強くなってきている。でも未だにやっぱり文章力、キャッチコピーをつける力、あるいはどういう文章を書くのか、あるいは本をどうやって書くのかというような文章力というスキルが身につく、こういった活動を主にしてきました。でこれもですね、なかなか仕事では身につかない。もちろんメールの技術とか身につくかもしれませんけども、人をそのメール一本で説得するような、これを読んだら思わず商品を買ってしまうような文章の書き方、あるいは感動したと言われるような文章の書き方、こういったのはなかなか身につかないので、そういったところに注力してきました。でさらには今習得中ですけど、 YouTube をバズらせる技術ということで、どういう話をしたら、どういうテーマであったら、どういう私と市場ですね、お客様視聴者との関係を築いていったらより多くの方に見ていただけるのか、そういったスキルを身につけるようにしています、今はね。でこれは現代では必ず必須のものであるという確信を持ってやってるので、今、YouTube を頑張っているという最中になりますということです。はい、他にもね、投資の技術というのは一生使える技術であります。会計とかね、あるいはセルフブランディング、どうやって自分のブランドを立たせていくかというのもあったりとかして、あるいは英語ですね。今私習得中です。英語ももしこれで身についたら、あと今48歳ですけど、あと数十年は活躍してくれるだろうということで、今現在習得中ということになっています。とにかく大事なことは、そのスキルが一生食べさせてくれるのか、あるいは一生食べさせてくれるスキルは何なのかということを考えて、そのスキルを習得していく。これには時間がかかるんですよ。もう英語なんてね、数年私やってますけど大変です。もう数年かかってます。どんなに短くしてもこれある程度量やらないというようなものがあったりするので、その時間をぜひ確保していただきたいというふうに思います。でこれが一つ目、計画を立てるということです。そして2つ目の時間を作り出す方法というのが、ダム式人生を送るというものなんです。ダム式人生を送りましょうと。ダムというのはもちろんこの川をせき止めて作るダムですね。このような人生の送り方が大事だよという話なんです。どういうことか。ダムというのは、溜まっている状態なんです。いろんなものをこのように溜めていきましょう。でこれは松下幸之助さん、パナソニック創業者の松下幸之助さんが打ち出した概念なんです。
ダム式経営というふうに彼は言ってますね。資金のダム、人材のダム、いろんなダムを会社に作っていって余裕のある経営をしていきましょうというふうに彼は言ってるんです。で、私も同じことを人生に適用したいと思うんです。ダム式人生を送る。どういうことかというと、いろんなダム、5つのダムを今日これねご紹介したいと思います。5つのダムをこれから人生で作っていきましょう、共にということなんです。1つ目は当たり前の話ですが、お金のダムです。お金のダム本当に大事で、やはりお金があるからこういった移住もできるし、世界旅行もできると、あるいは学びにも行けるということなので、普段からもう何があっても生きていける最低限のダムというのは共に作っていきましょうということなんです。では2つ目、これは私の大好きな項目ですけども、スキルのダムを作っていこうということなんです。スキルのダム、つまり先ほどお話ししました、一生食べさせてくれるスキルは何かというのを考えて、そのスキルを貯めていこうということなんです。で、私、今年から実は仕事をちゃんと始めまして、その前まで5年間お休みをしていましたということなんですが、仕事を再開して、その瞬間ですね、何人ものクライアントさんがあなたに仕事をお願いしたいというふうに言ってくれました。その理由の一つはスキルのダムが溜まっていたんです。どういうことかというと、私ね、例えばホストをやっていました。で、セミナー講師をやっていました。営業マンをやっていました。そこから数年離れることがあります。で、その場合ですね、やっぱりそういった筋肉が衰えるんですね。スキルがちょっと衰えてるんです。でも面白いことに、このスキルというのは数年後またちょっと再開してしばらくやっていくと復活するものなんですよ。一度習得したスキルというのはそうそうは減らないんです。で、減ったことがあったとしても取り戻すのも容易であると、一度身につけてしまえばということを確信しているので、今ではパブリックスピーキングの能力戻ってきましたし、セールスの能力も戻ってきましたし、このようにお話がすることができているわけなんです。というわけで、スキルのダムを貯めていきましょうということですね。で、先ほどお伝えした、セールスであるとかマーケティングの知識であるとか、あるいはパブリックスピーキング、投資、そういったもののスキル、英語とかそういったもののスキルを身につけていきましょうということなんです。で、時間がかかるので、これは常に投資していく必要がありますよというようなお話なんです。で、3つ目いきます。データのダムです。データのダム。データというのは何かというと、あなたがこういったデジタルデータ、あるいはネット上にあるデータがどれだけあるか、それをどのように保存しているかということがとても大事ですよというような話なんです。で、私が YouTube をやっている理由というのは、まさにこのデータのダムというのを蓄積できる機能なんです。今ではですね、数年前に上げた動画が何人かの方に見られて、そこからまた収益が発生しているというありがたいような状態になっているんです。つまり数年前に私がした仕事がもうお金になっている、今でもお金になり続けていただいているということで、それが YouTube の一つの特徴なので、私は大好きだなというふうに思っているんですね。ですからこれで私が今全く YouTube 投稿をやめたとしても、しばらくの間は収入が入り続けるというようなシステムになっているので、ぜひね、あなたもこういったデータのダムを作っていただきたい。そのデータのダムの一つが YouTube であったりブログであったりするわけなんです。で、そういって数年にわたって仕事が入ってくる可能性がある。で、その意味では社外アイデア企画室ね、たゆみさんのやっている社外アイデア企画室のホームページ概要欄に入れとくんで見ていただきたいんです。もうここにデータのダムたくさん溜まっているのがわかるかと思うんです。お客様の声が溜まっていたりとか、あるいはノウハウが公開してるんですね。うちの会社はこうやって、仕事をうまく活かせているというようなノウハウが溜まっているので、そのノウハウを公開してるんですね。で、そういったもの充実しているので、今では結構な割合でホームページから検索とか、あるいは AI を使ってたどり着いてくれて、うちの会社に問い合わせがあるというケースがあって、結構この間もね、業界ナンバーワン企業さんから問い合わせがあって、今商談が進んでいるというところになってますので、ぜひデータのダムをネット上に貯めていくんだと。で、ネット上に貯めなくてもいいです。というのも、いつ使うかわからないんで、クラウド上に保存しておく。例えば私はたくさんこう動画撮ってるんですね。動画撮ってるんですが、全部は使ってないです。全部は使ってないですが、クラウド上に上げているので、何かあったらこういった YouTube のとこに出せると。あるいは写真もそうですね、ブログとかで使えるようになるということなんで、ぜひともこのデータのダムを蓄積していくということを忘れないでいただきたいというふうに思います。ですから私が普段から言ってるでしょ、発信せよということなんで、ぜひ発信を続けていただければというふうに思います。はい、続いて4つ目のダムをご紹介したいと思います。4つ目のダムは経験のダムです。経験。
めちゃくちゃ大事、いろんなことを経験していただきたいというふうに思うんです。というのもですね、経験というのはほぼ唯一減らないものだからです。経験だけは減らさないんです。場合によってはお金が減っていくこともあります。場合によっては人間関係がちょっとね壊れてしまうこともあるかもしれません。人が離れていることはあるかもしれません。でも経験だけは絶対に減らないんです。ですからいろんなことを経験していただきたいんです。そうすると何が起こるかというと、同じような経験した人とラポール、つまり心のとても深いところでつながるような関係が築けたりするんです。あるいは人と仲良くなりやすいです。というのもですね、例えば今チェンマイにいますということで、例えばチェンマイに行ったことある人とすごく仲良くなりやすいんですよ。どっかの話をした時にチェンマイにも住んだんですよっていうことを話をした時に、私もですみたいな話になって、じゃああそこ行きました、このミニマルコーヒーっていうカフェに行きましたとか、あそこの公園行きましたとか、それで盛り上がって仲良くなれたりするんですね。そういった共通項、人との共通項を作っていくことができるんです。なので、経験があると人と仲良くなりやすい、関係が築きやすいということになります。またはですね、人というのは経験がある人のことを信用するんです。経験がある人のことを信用する。だからどんなに AI だろうとネット情報だろうと、それは分かったと、あなたが経験したことは何なんだが問われてるんです。よくね、お前が言うなっていう話ありますけど、それを言われる理由というのは経験してないから、今そういう状態にないから、そういう言える立場になるから、言える立場、言える経験だったら言えるわけなんですよね。というわけで、人は経験がある人のことを信用する。成功させた経験とか、うまくいかせた経験、あるいは危機から立ち直らせた経験というようなことがあるから信用する。でそのためにはどうしたらいいのかというと、すごく簡単です。チャレンジをすると、やりたかったと思っていたことをすると、それだけで多くの方に知識あるいは情報を提供することができる、経験を提供することができるということです。この動画を見ていただいている方の多くがですね、私が世界で移住しているという経験があるからご覧いただいていると思うんです。これが経験がない人がまた世界中に語ったとしても全然説得力がないということで、経験をしていきましょうということなんです。その意味では私はかつて3000万円を失った経験が居酒屋経営であります。そこから立ち直ることができたんで、信頼してくれる方もいらっしゃるということなんです。ぜひとも経験をしていきましょう。時には辛い体験ですが経験していきましょうというようなお話です。で最後、ダム式人生を送るポイントの5つ目というのが、それは人のダムということです。人のダムを貯めていきましょうというようなお話なんです。で人のダムというとですね、なんだ人脈かというふうに思うかもしれませんが、人脈とはちょっとニュアンスが違います。でここで言う人脈というのは、人の信頼に基づいた人脈、人のダムということなんです。つまりどれだけ強固な関係を人と築いていけるのかということがとっても大事。これはですね、ここにいるタイミさんが非常に大事にしている、そして非常に得意な、今すごい真面目な顔してますが、非常に得意な分野であります。彼女はですね、本当に10年以上にもわたって人間関係を築くことが得意です。でさらにですね、彼女が素晴らしいのは利害関係がなく付き合えるんですよ。利害関係なく10年以上付き合っているので、何かあったら仕事を頼みたい、何かあったら彼女の商品を買いたいという方がうわーっと世の中にいるので、今仕事がうまくいっているという状況にあります。でこれはビジネス的に言えばどういうことかというと、顧客リストですね。顧客リストと見込み顧客のリストというのが大事になってくると。現代では特にお客さんのリストがあれば、そこのお客さんに対して必要なものを提供できるということで、実は商品以上に見込み客リスト、顧客リストの方が大事である。これはビジネス的にはそうですけど、大事なことはそのリストの方々に対してどういう信頼関係を結んでいるかということが必要になっておりますので、ぜひともね、一緒に人との関係を築いて、人のダムを築いていきましょうということなんです。ということで、人生に必要な5つのダムということで、お金のダム、スキルのダム、データのダム、経験のダム、人間関係のダム、人のダムということで、この5つをぜひとも蓄積、年を追うごとに蓄積していったら、あなたの時間がどんどん増えていきますよというようなお話でした。で
以上ですね、本日は仕事するほど暇じゃないというテーマでお伝えしてきましたけれども、ここからですね、じゃあ時間を作ってどんな冒険をしたのかというその冒険の一つの例、先ほどご紹介した私はキナバル山に登りました、マレーシア最高峰ですと、富士山より高いですというような山について冒険をしてまいりましたので、その様子を少し見ていただきたいと思います。それではどうぞ。来ました、キナバル山です。おー、神々しい。来ました。はい、当店何も見ませんが。なかなか。はい、標高3270メートルなのに、この滝の量、上の方も大量にあります。さあ、明るく少しだけなってきて、頂上が見えてきました。多分今4000メートル付近であれが4095。行ってきます。はい、来ました。4008メートル。あ、当ててください。はい。というわけで、あと少しです。行ってきます。頂上は、こちら。やったぜー。やりましたね。We did it. はい。ご来光見えてます。すごい景色。タイミさんです。はい、到着しました。4095メートル。すごい景色です。はい。すごい綺麗な景色を下っています。すごすぎる。うん。なんという景色や。はい、こんなところを下山しています。行きは全然真っ暗で見えませんでしたが、こんな綺麗だったとはという感じめちゃめちゃ綺麗やな。です。稲村さん、登山いかがでしたか？結構ハードですが、山に魅力があっていい感じでした。まあ、すごい魅力あって、いろんな景色があって。中上級者におすすめの山です。山小屋も今みたいに絶景だし、ご飯美味しいし、いろいろいい感じです。ベッド一人ベッド一人1個。はい、いかがだったでしょうか。ぜひともね、コメント欄の方に私はどんなことをしていると、時間を作り出すためにどんなことをしていると、あるいはどんなことに価値を置いていると、あるいはこういうふうにやっているということをぜひともね、書き込んでいただければというふうに思います。それを見たことによっていろんな方の学びになるというふうに思っておりますので、ぜひやってみていただければと思います。さらには高評価、チャンネル登録、これもお願いしたいというふうに思います。というわけで以上、本日は働くやつはバカ、人生仕事するほど暇じゃないというテーマでお送りをしました。今日はタイのチェンマイからお送りしました。また世界中からお送りしたいと思います。それではまた世界中でお会いしましょう。 See you around the world。 この動画をご覧いただきありがとうございます。コメント、高評価お願いします。ホームページ、メルマガ、X などやっております。詳しくは概要欄にて見てください。見てください。